今回の動画は少し特別なチャレンジをしてみました。今まで一度もやったことがなかった写真プリントに挑戦です。これまで数多くのカメラを使い、たくさんの場所へ訪れてきました。そこで撮影した写真たちは SNS 上にアップロードされ、 iPhone の中に保存されています。これらの思い出や作品を形にしてみたい、そんな強い思いがあったものの、なかなか難しそうで踏み出すことができませんでした。でもいろんな人に相談してみたり、お店に見に行ってみたり、実際にやってみると想像以上に楽しく興味深い世界でした。仕上がった写真を共有するという喜びや、そこから生まれる小さな感動体験、これまで写真を撮ることの楽しさを発信してきたからこそ、今度はそれを形にするという楽しさを伝えていきたいです。きっと皆さんにとって見てよかったと思える動画になっているんじゃないかなと思います。そんなこの動画はスクエアスペースさんの提供でお送りします。完成した写真作品は専用ストアを作って販売してみてもいいかもしれません。それがきっかけに活動の幅もきっと広がると思います。販売サイトの作り方はもちろん、プリンターの選び方から用紙の違いやサイズ、製本やおすすめのフレームまで、僕がこの2ヶ月間で学んだことを皆さんと一緒に体験できたらと思います。どうも皆さんこんにちは、あきやです。ついにね、この企画をやる時がやってきました。僕ですね、もともと動画をね、よく作っていたんですが、ここ数年で写真をね、たくさん撮るようになってきて、最近はね、本当にこう、ジャンル問わず、カメラ問わず、カメラメーカー問わずね、本当にいろんなね、カメラ、ソニー、ルミックス、パナソニック、ニコン、富士フィルム、ハッセルブラッドにライカにとね、もうたくさんの、ね、カメラで、本当にありがたいことにね、たくさんこう、写真を残してきたんですよね。で、それらをこう、僕、いろいろと撮って残してはいるんだけれども、なかなかこう、スマホの中身とか僕 SNS にそこまで上げないので、こうあんまり見返すことがなかったんですよ。なんですけれども、今後ね、こうしっかりと思い出をね、振り返るきっかけにしていきたいなと思って、こうしっかりと形にね、残したいなっていうのをずっと前から感じていたんですけれども、今回ね、ちょっと改めてちゃんとね、こうしっかりと企画として向き合って、しっかりと研究して、頑張って調べてやっていこうというところで、今回ね、初めての写真プリントに挑戦したいと思います。僕たちもうね、この時点で何もわからないわけではありません。めちゃくちゃね、調べてきましたので、写真プリントについて結構理解が深まってきたので、まずね、何も知らない状態からどういう風にね、やっていけばいいのかっていうのをまずはね、一緒に見ていきましょう。それではまずはプリンターの種類を見ていきましょう。プリンターというのは主にインクジェットプリンターとレーザープリンターの2種類に分けられます。インクジェットプリンターというのはインクを紙に吹き付けてプリントする方式で、色の再現性や解像度が高いので写真印刷に向いています。一方でレーザープリンターはトナーと呼ばれる色のついた粉を紙に焼き付けてプリントする方式で、印刷速度が速いので大量印刷が必要なビジネスシーンなどで主に採用されています。インクジェット型の方が本体サイズが小さくて価格も抑えやすいため、家庭用のプリンターにはインクジェット方式のものが多い傾向にあると思います。今回は写真をきれいに印刷するというのが目的なので、インクジェットプリンターを導入しましょう。続いてはインクです。インクジェットプリンターを選ぶにあたって重要なポイントの一つにインクの種類というのがあります。大きく染料インクと顔料インクの2種類に分けられます。染料インクというのは紙にインクを染み込ませるタイプのインクで、鮮やかで光沢感のある表現が得意となります。一方、顔料インクというのは紙の表面にインクをのせるタイプのインクになるので、くっきりと鮮明な色表現になるというのが特徴です。一般的に染料インクは写真向き、顔料インクはドキュメント向きとも言われていたりするのですが、顔料インクの方がマットな紙での色表現が得意だったり、耐久性にも優れていたりするので、作品として残す写真には顔料インクが使われているのが多いそうですね。また、インクの色の数も色表現に関わる重要な要素となっていて、一般的な機種では4色から6色がよく使われているかなと思います。ベースとしてはシアン、マゼンタ、イエロー、ブラックの4色です。5色や6色タイプのものの多くは染料インク4色プラス顔料インクのブラックを搭載することで、文字も写真もバランスよく表現できるように設計されています。どのインクを何色使うかというのはプリンターごとに決まっているので、自分の用途に合わせたプリンターを選ぶようにしましょう。そしてもう一つ重要なポイントはランニングコストです。プリンターを選ぶときには本体価格だけでなくてランニングコストも考慮する必要があります。プリンターの交換インクって結構高くて、本体が安くても結局インク代で高くついてしまうということも少なくはありません。インクカートリッジを詰め替えるタイプは本体代を安く抑えられる代わりに印刷1枚あたりの価格は高くなる傾向にあります。一方、インクタンクに自分でインクを補充していくようなタイプは本体代やインク代は高い代わりに1枚あたりの価格が安くなるので、たくさん印刷する人は長期的にはインクタンクタイプの方がお得に使えるかもしれません。さあ、それではいよいよ実際にプリンターを選ん
んでいきたいと思います。もういろんなメーカーが本当にたくさんのプリンターを製造していて、どれを選ぶべきかっていうのが本当に難しかったのですが、個人的に良さげだなと思ったものをいくつかピックアップしてみました。キヤノンの TS8830 はベース4色にグレーと顔料ブラックを加えた6色タイプで、文字も写真もバランスよく印刷することが可能みたいです。このプリンターはカメラで撮影した写真データを SD カードから直接読み込んで出力ができてしまう面白い構造にもなっています。またエプソンの EP887A シリーズは染料インクのみの6色という珍しい構成で、ベースの4色にライトシアン、ライトマゼンタの2色が加わることでより豊かな色表現が可能になっています。僕個人的にプリンターの見た目はこれが一番好きで、カラー展開がブラック、ホワイト、ピスタチオグリーンの3色になっています。この見た目であればプリンターといえばの事務感も抑えられるし、すごく迷ってしまう機種です。名刺サイズから A4 サイズまで印刷が可能で、スマホからのプリントもできるし、写真印刷にはかなり良さそうな機種ですね。6万円前後のモデルになるとインクタンクを搭載したものが増えてきて、エプソンの EW-M873T、 この辺から作品として写真を印刷していきたい方向けのもののように感じます。ある程度の枚数を継続的に印刷していきたいという人は、これくらいのレンジのものを検討するといいのではないでしょうか。この機種は顔料と染料の2種類のブラックインクにカラーを加えた6色インクを搭載することで、鮮やかで光沢感のある作品を実現することができそうです。大容量のインクタンクも搭載しているので、ランニングコストがかなり抑えることができそうです。最大で A4 サイズに対応していて、上位モデルの EW-M973A3T は A3 のみのもっと大きなサイズにも対応します。てか一つだけ言っていいですか？もっと型番分かりやすくしてください。いろいろと調べていく中で、多くの写真家さんが共通して使用している機種が一つありました。それがエプソンの SCPX1V という機種です。この機種も作品画質を求める方向けであり、印刷方法はなんと10色の顔料インクを使用するというカートリッジタイプのプリンターです。黒と青の階調がとても豊かに表現できるみたいで、プリンター自体に 4.3 インチのタッチパネルも搭載されており、操作もかなり簡易的で、外部アプリなどの連携もスムーズにできるようです。発売は2020年と少し経ちますが、当初は初期ロットもすぐに売り切れてしまうほどの人気のある機種のようですね。しかし価格は公式サイトで 98,978 円。いくら作品クオリティとはいえ、いきなりこの金額を出すには勇気が必要ですよね。悩んだ挙句に僕が購入を決めたプリンターは後ほどじっくりと紹介します。そしてもう一つ、写真の雰囲気を大きく左右する要素が紙の種類です。どのような紙に印刷するかで写真の印象がガラッと変わるため、写真家さんたちはこの紙選びというのにも相当な神経を使っておられます。僕が調べた中で大きく分けるとすれば、光沢紙、半光沢紙、マット紙、キルメ調の4種類ぐらいがあって、プラスで特殊な紙が存在するといった感じかなと思っています。光沢紙というのはその名の通りテカテカとしていて、光を反射しやすい紙になっています。写真印刷と聞いてまず思い浮かべるのはこの光沢紙を使った印刷かなと思います。発色が良くてシャープな写りというのが特徴的です。半光沢紙というのは光沢紙よりも光の反射がソフトに抑えられた用紙になっていて、展示用の写真などに向いています。普段とは一味違った雰囲気を出したい時に使いやすそうな用紙です。そしてキルメ調の写真用紙は表面に繊細な布のような凹凸があり、少しだけ光沢感もあります。指紋や細かな傷が目立ちにくく、紙のテクスチャを生かして独特の質感を演出したい時に使われているみたいです。そしてマット紙は光沢のない画用紙のような質感の紙です。より落ち着いた印象を与えることができて、写真家さんにはこれを好んで使われる方もたくさんいらっしゃいます。といろいろ調べてみたものの、紙のサイズとか紙のテクスチャとかが何もわからなかったので、友人のりょうくん家に相談しに行きました。りょうくんは半年ほど前にフォトジンを制作していて、その時の紙の選定には約2ヶ月ほどかかったみたいです。ところで皆さん、ジンって知ってますか？ジンとは自主制作の小冊子のことで、一応営利目的ではない自由な発信のためのものと指すことが多くて、マガジンの略ともされており、もともとはアメリカで SF 映画のファン同士の交流として手作りの小冊子を作り始めたことが起源とされているようです。中でも写真を中心に構成されたものをフォト
人といって個人で制作する写真集だけでなく、最近ではメーカーが提供するようなフォトブック作成サービスの名称としてもフォトジンという言葉が使われているそうです。りょうくんのジンにも様々なこだわりがあって、写真のチョイスもすごく面白かったんです。これはぜひよかったら元の動画を見てもらいたいのですが、ジンに含まれた写真の撮影背景とか、その写真を選択した理由、誰がいつどこで撮ったのかなどをあらゆる面で楽しませていただきました。実際にりょうくんが印刷したものや購入した写真などをいろいろと見せてもらった中で、一つ面白かったことがあります。それは壁に並べられていた写真たちです。これらはただの印刷用紙でコピーされたもので、ざっくばらんに並べて写真の配置や写真集などの表紙にするものを考えたりしているとのことなんです。実際に並べることで視覚的に写真の選別をしてみたり、写真集やジンに含めるものをどれにするかを選んでみたり、それらを眺めてみたり、間違いなくデジタルではできないアナログな視覚体験がとても面白く感じました。そしてりょうくんが好きな写真用紙の種類やサイズ、実際に使用しているプリンターについても丁寧に紹介をしてくれました。それらを参考に僕も一式揃えてみたので、ここからは実際に購入したものを紹介していこうと思います。はい、というわけでですね、皆さん買ってきました。もう全部ね、一式ちょっと買ってきました。はい、でプリンターはね、こちらにしました。はい、僕がね選んだのがですね、エプソンの PX1V にしました。高かった高い。プリンター高いっす、マジで。ちょっとね、自分たちが探した中でのもう結局一番のね、上位のものにしたんですけれども、まずね、それをなんで購入したのかっていうところをね、お話しできればなと思うんですが、この PX1V はね、もう本当にこう、作品とかをね、印刷する方向けでもあると思うんですけれども、僕もこう、りょうくんとね、お話ししていく中で、やっぱりこう、最大級のものを印刷したくなりました。結局。自分の性格も考えた時に、いつかね、自分がこう、物足りなくなってしまうような気がしたんですよ。なのでもう最初からね、一番いいものを購入して、それをね活かしたいなと思ってます。で僕はこうありがたいことにね、こういったねこうハッスルブラッドのカメラとか、ライカとかね、あと富士フィルムのカメラとか、こういろんなものをね、それこそお仕事でもね使わせていただく機会があって、このカメラとかも1億画素ありますから、そういったものをこうよりねその良さを発揮できるのはこういったねいいプリンターになってくるんじゃないかなと思って、ちょっとね今回 PX1V にしました。調べた感じそこまでねランニングコストがすごい安いものでもなく、こういったインクもね購入したんですけれども、これもね10色セットで、2万円ぐらいっていうね、普通にめっちゃ高いんですよ。はい、こんな感じでちょっとインクがね今入ってるんですけれども、はい、これ要は予備ですよ、サブ。はい、これともう1個買って、でなんかしなきゃもう1個届いてたっていうね多分2個買ってしまったみたいな感じなんですけど、この辺もめっちゃ高いし、結構ランニングコストもかかるんですけど、これがね合うかなと思ってこれにしました。はい、でねこのプリンターはねこんな感じで 3.4 インチかなのモニターがついていて、これで電源入れるとはい、ついて、ここからね結構いろんなあらゆるね操作ができるようになってます。はい、でここからね紙を、トレーにね入れていったりとかで、下はねこんな感じで開いて、ここからね印刷したものが出てくるみたいな形になっています。でね紙ですよね、結構ねもうちょっといろいろ買ってみて、こういったエプソンのね写真用紙とか、あとクリスピアっていうのかな、エプソンの、ちょっと高級というか光沢するいい紙とかね買ったりとか、あとは Amazon で BE:FIRST やったかなっていう絹目調のね写真用紙とかね、これはがきサイズで、こっちが、L サイズ L 版かのサイズとか、あと A4 のねちょっと大きめにね印刷するのも買ってみたりとか、あとはね、りょうくんにも勧めてもらったピクトリコの、めちゃめちゃいいね、これだけで、これ10枚入りで2000円ぐらいするんで、1枚200円ぐらいのね、めちゃめちゃいい紙とか、もういろいろと買ってみました。で、僕の中ではね、ちょっといろんなこう光沢紙、半光沢、絹目とかマットとか、ちょっと全部いろいろ買ったんで、ちょっとそれがどういう風にね、印刷の違いが出てくるかっていうのを、その辺もね、楽しみながら見ていきたいなと思ってます。いやー、揃ってきたね、これで。ちょっとこんなね、アルバムもね、ちょっと気が早いけどね、買ってみたりしてるんですけれど、もう楽しい。めちゃめちゃ楽しい。はい。じゃあ、そしたらね、せっかくなんでちょっと印刷してみましょう。そしたらね、写真用紙の L サイズかな。で、印刷をしてみます。はい。これで入れて、で、ここもね、ちょっと設定をできてるはずなんですけど、ちょっと PC から入れてきます。はい。これでいったんじゃないかな。はい。データ受信中って感じで、ここにね、もう今 PC から、このオフィスの Wi-Fi 経由で、ここに無線でね、今接続されていて、来ました。で、これが始まると思う。はい、来ました。でね、これ面白いのが、このね、中身をね、これ、印刷の経過が見えるんですよ。こんな感じで、ちょっとめっちゃ見にくいけど、印刷してる様子がね、見えるんですよね、これ。
これが楽しい、すごく。で L 版サイズだったら今1分で出てますね。割とすぐに出てきます。1分ぐらいなんで。終わったかな。はい、いけたかな。じゃじゃーん。こんな感じで、ちょっとね、これオーストラリアに行った時、シドニーのね、写真になりますね。これは S1M2 で撮ったのかなのサイズになってますね。で、じゃん。こっちが縁ありと縁なし。こういう風にも自分でね、選んで印刷することができます。もう良くないもう楽しい、これ。で、PC からの印刷方法としては、これも結構いろんなやり方があって、一番簡単なのは、普通に Mac のプレビューから開いてあげて、で、そこでサイズを選択をして、もう印刷をね、かけると。プリンターをね、選択さえしてしまえば、縁あり縁なしとか、あとレイアウトとか画質とか、そういったものも全部選べるようになっています。ですごくいいのが、ライトルームのね、プラグインとしても読み込んであげることによって、書き出しをね、エプソンプリントアプリかなの、ところにね、紐付けてあげれば、そっちでね、すぐに編集したものを出すことができて、で、そこでレイアウトを決めたりとかしてあげて、そこからね、さらにプリンターにね、飛ばすこともできたりするので、めっちゃ簡単やし、この辺のね、連携がさすがね、エプソンの、値段だけはあるかなといったところは感じております。でね、結構ね、いろいろと、印刷をね、してみているんですけれども、僕の中でね、結構感じるのは、なんか思ったよりもシャドウが結構浮いてくるようなイメージがあります。はい。なので、ちょっとね、レタッチするときとかは、もうちょいね、気持ちこってりめにつけておいても、いいのかななんていうふうにはね、感じるかなといったところです。その後、とにかくたくさん印刷をしてみました。L 版サイズやはがきサイズ、A4 などそれぞれの大きさで楽しんでみたり、パネルボードも購入して作品のようにもしてみました。レイアウトを自分なりに決めてみて、横並びのものを作ったり、縁ありか縁なしかで選んでみたりと、PX1V の仕上がりは本当に美しくて、確かにこれは作品レベルだと思います。プロの写真家さんが愛用しているという理由が分かってくるぐらい、繊細で快調豊かなカラー表現を感じることができました。何よりも嬉しいのは、出来上がった写真を壁に貼っていつでも目に入るようになったことがとても嬉しいです。壁に貼る際に僕は Amazon で購入したコマンドの両面テープのようなものを活用しています。これは賃貸でも綺麗に剥がせるのがとてもありがたいところで、粘着力自体はそこまでめっちゃ強いというわけではないけど、それこそ写真を貼るには十分なテープだと思います。すっかり写真印刷にハマってメンバーの分も印刷してみたり、パートナーや愛犬との思い出を形にして家に持って帰って壁にたくさん貼っています。このように今まで撮影してきた写真たちを見ようとせずにふとした瞬間に自然に見れるというのがすごく幸せに感じています。この時点でもプリンターを買って本当に良かったなと思えています。はい、ということでね、だいぶといろいろとね、印刷もできてきてですね、かなりね、いろんな形になってきました。こういったボードとかもね、あるし、こういったクリップとかもね、結構他にもいろいろとやってみてるんですけれども、ちょっとこれらをですね、販売をね、してみようかなと思います。実際には販売しないんですけど、こういったものをね、せっかく形にしたものを、せっかくだったら販売したいというふうにね、考える方もね、多いんじゃないかなと思いますので、もし販売するなら、こういったやり方がありますよっていうのをね、ちょっとご紹介できればなと思っています。じゃん、今回はですね、スクエアスペースをね、使ってやってみたいと思います。今回のこの動画のね、スポンサーであるね、スクエアスペースさんと一緒にね、ちょっと今回、取り組ませていただいてるんですが、以前ですね、スクエアスペースの細かいね、使い方とかはもう実際紹介してるので、こっちよかったら見てください。で、今回の動画はね、ちょっと今から簡単にね、実際にサイトをね、作ってみようと思います。で、そもそもね、このスクエアスペースっていうのは、クラウド型のウェブサイト作成のオールインワンウェブサイトプラットフォームになっています。これね、世界中でね、もう何百人というね、方が使ってるようなもう大人気サービスで、僕もね、日本上陸の前からもともと知ってたんですけれども、非常にね、大手でもあるし、もうめちゃめちゃ世界的にも有名で、かなり多くの方が使われています。なので、すごく安心できるし、本当にテンプレートとか、もともと用意してくれてるデザインもすごくね、優れてるっていう良さがあったりするので、ちょっとね、やってみた方がわかると思うので、ちょっと実際にやってみましょう。まず、このウェブサイトを作成で、もう一発でアカウントが作って、すぐに始めれます。これでサイトの目的は、今回ね、これらを販売するので、写真かな、写真でいきましょう。で、ここは商品を販売ですね。他にもオンラインコースとかメンバーシップとかいろいろできますよね、これで。で、テンプレートのね、選択になるんですが、これはですね、ホームページをもう型をね、決めることができます。用意してくれてるものでもいいし、そもそもテンプレートを AI を使って作成ができます。テンプレート自体はめちゃめちゃあるんですよ。こんな感じで。ちょっとこれでいきましょうか。はい。で、デザインを始める。これで、枠組みをね、簡単に作ってくれます。はい、こんな感じでね、ざっとできました。で、ここから自由自在にね、カスタムしていくといった形ですね。で、この編集から、例えばこのサイトのヘッダーですよね。このサイトのタイトルを、例えば、秋山ビの AM フォトギャラリーとかね。
はい、こんな感じとかでロゴも追加できたりするし、で次ここですね、セクション。こういったウェブサイトっていうのはこの各セクションごとにね、いろいろと構築されています。はい、これでセクション編集で、もちろんね、テキストの位置とかも決めれるし、でこの位置がちょっとこう透明に映ってる背景のね、このブロックに合わせて動かすことができるので、こんな感じでね、セッティングをしたりだとか、でこの背景をちょっと変えようと思うので、この置き換えにしてファイルをアップロードとかしてあげると、はい、できました。ちょっとね、めっちゃ自分になっちゃったけれども、で、ここを例えば、一応ね、写真系のものにしたいので、写真を形にちょっとめちゃ適当やけどね、こんな感じでやってあげて、で、もちろんこのね、文字の大きさなどは見出しとかで、こっちもね、変えてあげることができますので、こっちが見出し2の見出し1とかにすると、バランスもいいかな。はい。とかもね、できますね。で、ここのね、もちろん内容も花ではなく、写真をにしてあげて、で、ここの紐づいたこのリンク先を、要は今このショップに変更してあげて、でここのねショップに飛ばすようにとかも編集ができますと。でこういった商品ページですよね、商品画像ですね、商品を追加とあるので、ちょっとこれをですね、はい、例えば、これから編集で、この画像ですよね、画像は今回用意しました。こんな感じで実際のねこのフォトボードをこう写真に撮って、販売するとした時の、ね、ものではあるんですが、はい、これですね。はい、でこれで設定をしてあげると、でこっちにプレビューができてますよね。で商品名ですよね、京都着物バイハッセルブラッド、かっこいい。はい、めっちゃ仮やで、仮ですけど、で、金額を例えば1380円わからへんぐらいとかで、在庫は絶対あるから数量限定5枚までみたいな感じとかもねできますし、はい、でここに商品の説明を書いて、でセールしたいならばここでセールオンにして、今だけ980円とかにもすることができます。はい、で保存ですね。はい、こんな感じですね。でこれで商品の1個のね、独自のページができたという感じですね。でちょっと今サイズ感がねなんかあんまりだなというふうに感じるときは、ここも問題なく編集が可能で、はい、こういう風に、ちょっとね、セクション自体を変えてあげれば、割と変えることができますし、はい、こんな感じで、いい感じじゃないですか。ちょっとね、まだ右には寄ってるけれども、ひとまずこんな感じでしょう。って感じで商品をね、いろいろと設定していくと、ギャラリーにね、載せることができますので、これでメインページとして見ることができると。はい、ここに、他のボードとか、いろんな写真集でもいいし、写真1枚だけでもいいしみたいなのを並べることができます。でですね、このね、スクエアスペース何がいいかっていうと、これですよ、カスタムドメインを取得ができます。皆さん、ドメインとか分かりますでしょうか？ホームページとかっていう、そのネット上の住所みたいな形になるんですよ。.com とか .jp みたいな。ああいうのをスクエアスペースだったら、このドメインをね、カスタムで取得することができたりしますので、そこもね、まずめちゃめちゃいいなというふうに思っております。で、さらにですね、こういった請求書の発行系とかももちろんですし、あとは在庫管理もできるし、あとは決済系ですよね。はい、これですよ。支払い処理業者。こういったストライプとかペイパルとか他の外部の決済ツールを使って、僕もね、ビジュアルパークというね、オンラインショップやってますが、これはストライプとか使ったりしてて、支払いとかもね、もちろんこれで管理できるし、メールの顧客管理とかね、そういったこともほぼほぼ全部できます。決済メールにも対応します。なので、もうほぼここで全部完結するっていうのが、まずめちゃめちゃいいかなと思います。で、あとはね、検索エンジン用に SEO とか設定ができるので、こう Google 検索に引っかかるように、そのワードを設定したりだとか、なんかそういったことも全然できちゃいます。どうですかね？めちゃめちゃ良くないですか？で、これでね、実際にちょっと僕作ってみたのがこんな感じになります。はい。ちょっとこの辺の文字とかはね、まだまだ全然やってないんですけれども、こういう風に、問い合わせもね、やることもできるし、アクセスだったりとか、展示会とかだったら、この直接来てもらうアクセスとか、あとはこうメルマガ登録してもらうためにね、ここにアドレスのものができたりとか、で、ここから全ての商品を見るに行ってあげると、こんな感じでね、実際に設定したものが並んでるといった形ですよね。一応価格はこんな感じです。で、今ね、ちょっと僕も作ってみるものはね、無料トライアルでやってみたんですけど、14日間で、無料でできますので、一回作ってみて気に入ったものができれば、それをね、登録して、運営するっていうのがいいかなと思います。で、僕がおすすめは結構ビジネスかなと思っております。ポートフォリオとしてサイトをただ置いておくとかだったら全然パーソナルとかでもいいと思うんですけど、何かを
販売して対価を受け取るとかになってくると、やっぱビジネスでねやっていくのがいいのかなというふうに思っております。僕もねビジュアルパークというねオンラインショップを運営していますが、マジでねやっぱこういった物の販売することによって多くの方に役に立って、でその対価をいただいて自分の活動とかいろんなことにね、チャレンジできるっていうのはあるので、ぜひよかったらね皆さんこういったものもね始めてみていただければすごくね嬉しいなと思っております。そしてスクエアスペースさんから 10% オフのクーポンをいただきました。もしチャレンジしてみたいという方はぜひこのクーポンも利用してみてください。念願だったプリンターを導入してから約300枚以上の写真を印刷してみました。試行錯誤を重ねた上での僕のたどり着いた写真の残し方についてお話しできればと思います。まず最も簡単で簡易的なものは写真を壁に貼ったりアルバムに印刷してみたりすることだと思います。これらの良さはその作品そのものを共有しやすいという面にもあったりしますよね。他にもフレームに入れて飾るという手段もあります。いろんなパターンで試して感じたのは、フレーム内に白の余白があるのとないのとでは大きく印象が変わるということです。どちらが正解というわけではありません。大きめの余白があることで写真から無駄な情報をカットすることができて、少し客観的に見えるようなそんな気がしています。僕は IKEA のフレームを購入してみました。価格が安くてラインナップも多いのがとても魅力的で、品質もいいしデザイン的にも僕はすごく満足しています。店舗にもサイズ表記はあるのですが、写真サイズで表記されているわけではないので、少しサイズ選びが分かりづらいかもしれません。他で言うと、僕は白馬が販売している軽量な額縁のゼロフレームというものがとても気に入りました。すごくおしゃれな見た目ですっきりとしたデザイン性、一つだけでなく2つ3つと並べて飾ってみると、よりいろんな写真を同時に楽しむことができます。賃貸でも壁にフレームを飾る方法があって、それは IKEA のアルフタという粘着フックを使うのがおすすめです。これは最大 2kg までのフレームを壁に接着することができて、剥がす際もテープを引っ張ることで綺麗に壁を傷つけることなく行うことができます。実はこのオフィスの銀の盾もこれで飾っているんです。価格も2個セットで500円ととても安くて、まとめてこれも購入しておくといいかもしれませんね。一方で他にもフォトボードにして飾るというのも簡単なので、ぜひやってみてほしい残し方です。安いもので1枚500円程度で購入することができて、 A4 サイズなどの大きめのこだわりの1枚を作品のような展示仕様に変化させることができます。僕が購入した白馬のパネルボードは接着もとても簡単で、ボードの粘着を活用して貼り付けるだけでできます。この時の注意点として、端から綺麗に貼り付けようとしないでください。ボードの中央とか真ん中部分をカッターなどで薄く切ることで、中央から左右にかけて貼り付けができるようになります。端から始めようとするよりも四隅の位置をしっかりと合わせることができるので、ぜひこのやり方を試していただければなと思います。これらの残し方の他にどうしてもやりたかったことが一つあります。それは写真集のような冊子として残すということです。これらのたくさんの写真を小冊子にするというのがどうしてもやりたかったんですが、これは一筋縄ではいかなかったんですよね。りょうくんに相談したところ、そこだけは自作でするのは少し難しいというところもあって、別でキンコーズという印刷製本会社に持って行ってはどうかというような提案をいただきました。りょうくん自身も過去に何度も利用したことがあるそうなんですが、ただ僕的にはより簡単で気軽に自分自身でやりきりたくて、なんとか自作できないかを模索していたところ、一つ解決策を見つけました。それはレイメイ藤井という会社が展開する製本工房という製品です。一切機械を使わず、誰でも簡単にほんの数分で製本ができてしまうというもので、サイズ展開も A4 や B5 の縦横両方が用意されています。ただ僕のこだわりで一つ厄介なことがあって、どちらのサイズも少し大きいと感じてしまったんです。A4 や B5 は少し大きい上に、それだけインクコストも増えてしまいます。そんな中、なんと A5 サイズもあるとのことで、これが僕の中では理想的なサイズだったので、これに決めました。そもそも写真用紙自体も A5 サイズに対応したものが少なくて、ましてやこの場合は両面印刷に対応する必要があります。なんとか写真用紙を見つけることができて、実際にレイアウトを組んで印刷してみました。 PX1V 自体は推奨ではないものの、背面トレイであれば両面印刷を行うことができます。実際に僕も手動ではありますが、表面を印刷した紙をそのまま反転し、逆さ挿入することで綺麗に背面印刷をすることができました。この作業を繰り返して約15枚から30枚程度の冊子となる写真を複数枚用意します。それができたら製本工房へ挟む作業となります。これも非常に簡単で、中の付属品を取り出し、中表紙中央の両面テープを剥がします。その上に挟みたい原稿用紙を垂直に装着させます。これがかなり強力な接着剤で、中抜けなどの心配も必要なさそうです。そして本体の中央へとしっかりと挟み込み、付属のストッパーを上下に差し込んで製本が完成します。
これだけで本当に写真集のような冊子を簡単に制作することができました。原稿の枚数も自分である程度決めることができるし、カバーデザインも比較的無難なものでとても気に入っています。ただ一つ感じたのは、意外と写真の枚数が必要です。レイアウトにもよりますが、たった10枚の印刷だとしても両面合わせて最低で20枚、ページを2分割してレイアウトするならば40枚程度の写真が必要となります。でも完成した冊子は本当に感動的で、 SNS やスマホで見るのとは全く違うその時の世界観やその時の情景を鮮明に思い出しながら楽しむことができました。2人だけの思い出とか、旅行で見た景色、家族との大切な時間など、残したい記憶をしっかりと形にすることができました。チェジュ写真集チェジ待って懐かしい懐かしい懐かしいよね。懐かしいすごいめちゃくちゃ素敵いいじゃんかわいいこれかわいいよそれでは最後に一通りやってみて気づいた注意点などをお伝えしていきます。まずは紙の種類についてです。絹目用紙はとてもおしゃれなんですが、グレイン感などはかなり伝わりづらいです。元の写真データにフィルムグレイン、流浄性などを持たせていたとしても、絹目用紙だとこれがはっきりと伝わりきりません。僕が一番気に入った用紙はこの絹目用紙ではあるのですが、ある意味一番紙質に依存する用紙だと思っています。1億画素などの高画質に撮影した写真もそのディティールというのは感じにくいのではないかと感じます。逆に言えば解像度が足りない写真が多い場合は、この絹目用紙で印刷をすればそういった面も気にならずに済みますし、あとは賃貸物件などである細かな凹凸のある壁にとても馴染むデザインなのが個人的にとても気に入っているところです。あとはピクトリコの用紙でコーナーカットというものがあったりする場合があります。これだとボードなどに接着する際に角のカットが目立ってしまうような仕上がりになってしまいました。なのでコーナーカットのないものを選んであげる必要があります。写真用紙に関しては結局のところ実際に色々と試したくなると思いますので、最初はそれぞれを最小枚数で購入するというのがいいんじゃないかなと思います。そこから気に入った用紙をリピート購入していきましょう。続いてはプリンターの PX1V についてです。まずインク代は思っているよりも高くて、10色パックで22,600円程度となります。もちろん1色ずつ買うことはできるんですが、それが Amazon にはなくて、エプソン公式での単品購入、もしくは Amazon などでのセット購入というのが必要になってきます。それだけでなく、廃インクを貯めておくようなメンテナンスボックスも残量警告が出て交換する必要が出てきたりするし、インクをトータル5セット買えば本体価格と同程度になる上、さらに写真用紙も必要となるので、ランニングコストはそれなりにかかると思った方がいいと思います。ちなみにインクは純正以外のものを使うと保証対象外になってしまいます。純正インクには電子接点のようなものがあって、互換品用紙をすると多分そこですぐにバレて、その瞬間に保証対象外になってしまうかと思います。なので少なくとも保証期間が過ぎるまでは純正インクの使用をお勧めしたいです。とはいえこの PX1V というのは本当に美しい作品が印刷できるようなプリンターであり、僕自身も長い期間使っていきそうな気がしています。僕は本当にね、これにしてよかったと心から思っています。いかがだったでしょうか。写真を撮ることの楽しさというのは過去にもたくさん伝えてきましたが、写真を残すことの楽しさ、尊さについても今回の動画で感じていただけたのではないでしょうか。今回の企画を通して一番大きな学びというのは、アウトプット自体を目的にすることで外出の機会が増えて思い出を作るきっかけとなるということです。写真を残したいと思うからこそ、外に出る機会が増えて写真を撮影する枚数というのが格段に増えました。僕自身カメラを始める前までは、旅行というのは行く前が一番楽しい時間だとそう感じていました。それがカメラを持つことでその場での体験というのが一番楽しいと感じるようになり、今では帰宅後に写真を選別してレイアウトを考えたり印刷している時間がとてつもなく幸せに感じています。今回僕が行った通りに完全に再現するというのはややハードルが高いかもしれません。でもまずは家庭用のプリンターとかコンビニプリントなどで仮印刷をしてイメージをしてみる。そこから実際にどんな写真を残すかを考えてみたり、写真集やジンなどにしてみるとより楽しいかもしれません。いつ何があるか分かりません。平和で健康的な時に残すべき思い出を形にしていくのはいかがでしょうか。ということで今回の動画はここまでにしたいと思います。今回の動画をサポートしてくださったスクエアスペースさんに本当に感謝をして
ています。作成した写真作品を販売して自身の活動の幅をより広げていってもいいかもしれません。この動画を気に入っていただければぜひ家族や友人にシェアしてあげてください。そして高評価やチャンネル登録などもまだやってない方はぜひやってもらえたらと思います。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。